この仕事に人生を捧げよう。覚悟を決めたのは3年前、45歳の時です。カメラマンの西尾奈美さん。がんを経験した人や家族を撮り続けています。はい、いいですね。行きます。まずありがとう。今は体調どうですか？今月からホルモン療法が始まりました。本当。最初体調や治療のこと、撮影を前に時間をかけて話を聞きます。写真にかける思いは人それぞれ。対話は欠かせません。何度もやり取りして、もう来た時は毎度みたいな感じのただ予約入ってでその日になって来ましたはい撮りましたありがとうございますっていうのはちょっと嫌やったんですよね。明るい笑顔で女性が見せてくれたのは大きな手術の後。治療の過程で変わりゆく外見は写真との向き合い方を変えてしまうことも。抗がん剤で顔もパンパンになったりとか、もう本当に顔色が悪い、顔をむくんでる、髪の毛はない。だからなるだけウィッグかぶってる時もわからないように帽子かぶったりとかはしたけど、あんまりやっぱり積極的に写真撮ろうとはやっぱならないと思うんですね。スタートからそれはきついって。思いついたら動かずにはいられない性格。西尾さんは自らをキャンサーフォトセラピストと呼びます。私と出会ってでその写真を撮るまでのプロセスとで写真を撮ったその日の一日もう全てがやっぱり時間をもらってるので、時間って命なんで、やっぱりその人の人生の中の一部なので、その一部の経験をやっぱり宝物にしてほしい。でそれの記念でこの写真があるよと。でこの写真を見た時にその経験をいつでも思い出してもらえるっていう形でもう全てを持って帰ってほしいと思いますね。一枚の写真が時に人の心を癒したり力を与えてくれると西尾さんは信じています。がんになったからこそその人が見せる表情の一瞬を逃さない一人のカメラマンが写真にかける思いです。西尾さんは東大阪市にある呉服店に併設された写真スタジオのカメラマンでした。カメラマンになる前は大阪市内のがん専門病院の広報という異色の経歴。この時治療の影響で記念写真を撮ることが叶わない人もいると知ります。ならば店の振袖を使って撮影会をしたいと去年春イベントを企画しました。あとやっぱ抗がん剤されてる方いらっしゃって、で、脱毛もあるんですけど、眉毛もやっぱりなくなるじゃないですか。その場合、普通のペンシルで、ね、ちょっとだからやっぱ濃いめのものじゃないと飛んじゃうからね。茶色でも濃い茶色、濃いめの茶色を使ってあげたりとかしないと見えないと思う。参加する人に合わせてヘアメイクも工夫が必要です。撮影会の直前まで綿密な打ち合わせを行います。
参加料は無料にしたいとクラウドファンディングでおよそ90万円を集めました。今日なんですけれども3人の方がいらっしゃいます。で3人とも女性です。で最初の方がですねちょっと義眼の方でまず義眼の方はまぶた閉じれません。で閉じれなくて、メイクの方も私とちょっと一度面談させていただいて相談しつつやらせていただく感じです。ここで脱いでもらって上がっていきます。多田しおりさん27歳です。2歳の時右目の網膜にがんが分かり治療のため摘出しました。物心ついた時には義眼が入っていてずっと外見にコンプレックスを抱えてきたといいます。メイクに興味はありますが普段は薄化粧で過ごしています。目つぶって、ここ二重、今ここ二重でこの二重のちょっと上ぐらい、自分の指出して、こっち指出して、目触って、目つぶって、ここ。いや、メイクを勉強しちゃったんですか？私独学すごい。独学だから彼女がこっちの目をこう描くとき真っ暗になるから、こっち見えないからね。だからそうやったらねどこに何描いてんのか分かれへんくなるから、だいたいこう指やったらこう感覚で分かるから、そういう感覚の方がいいかなと思って。病名は網膜芽細胞腫。乳幼児のおよそ2万人に1人が発症すると言われる希少がんです。中学生の頃から10年間頭や目の周りの形を整える手術を受けてきたため、写真はいつも眼帯姿。眼帯が外れたら綺麗な写真を撮る、それが彼女の夢でした。そうです、可愛いです。バッチリですね。バッチリですね。練習してきました。いい感じ、いい感じ。そうです、そうです。あ、いい感じ、そうですね。そんな感じでそのまま可愛い可愛い。七五三以来だね。七五三以来だね。七五三以来だね。はい、オッケー。どうぞ。ほら、綺麗。めっちゃ綺麗くない？すごい。眼帯ない写真、こんな綺麗に撮ったの初めてです。いい思い出になりました。夢叶いましたか？夢叶いました。みんな夢叶ったってよかった。長かったです、ここまで。撮影会には14人が参加。1回だけの企画のつもりでしたが、確かな手応えとやりがいを感じました。いけてる。本当に皆さんありがとうございました。本当に怪我もなくなんか体調崩されるってこともなく、皆さん本当に笑顔でね帰っていただいたっていうのが本当に一番の喜びで、私たちに対しても喜びやったなっていうふうに思います。これでね終わりじゃなくて、やっぱり第2弾第3弾続けていきたいなと思ってます。撮影会からおよそ10ヶ月。鍵開けてもらったら、ピッピー出すので、中に入っていただいて。いいですか？西尾さんは呉服店を退社していました。大阪市内のオフィスビルの一室を借り、写真スタジオをオープンするといいます。治療中の患者さんもアクセスしやすいように
立地にもこだわりました。やっぱ車椅子が入るのが条件と、で駅からやっぱり徒歩やっぱり10分以内っていうところが条件で、もうここが徒歩3分でしょ。でね、車椅子入るし、もうすごいやっぱりいい条件ので、病院からもね近いし、やっぱりいいなと思って、ちょっとねどうなるか分かんないですけど、どうなるか分からないどうなるか分からない、やってみなきゃ分からないだからなるべく最初はお金かけずにお金かけずにちょっとずつちょっとずつ。貯金と金融機関からの融資を受けて今年6月スタジオをオープン。当初はがん患者のためのスタジオのつもりでしたが、知人らのアドバイスもあり、一般的な写真撮影も行うことにしました。これ一応さ、ホームページのトップやねん。ホームページは自分で作って自分で運営しないのか。予算はないです。もう自分でやります。スタッフは西尾さん一人です。患者向けに作ったのはキャンサーフォトプランという特別プラン。料金は通常の2割引き、必要に応じて看護師も立ち会えるようにしました。最終的な責任は自分で取る。覚悟を決めての独立です。西尾さんは1974年大阪で生まれました。父親の仕事はフリーランスのカメラマン。けれど写真に写るのが苦手な子供だったそうです。写真に興味を持つようになったのは大学生の時、人の自然な笑顔を撮る楽しさに気づいたといいます。写真スタジオにも就職しましたが、雰囲気に馴染めず挫折。医療機器の営業職や学習塾の広報、さまざまな仕事をしながら趣味で写真を撮り続けてきました。42歳の時、大阪国際がんセンターの広報の仕事に、イベントで撮った患者さんの笑顔の写真をとても喜ばれ、カメラマンに転職。去年企画したがん患者の撮影会では忘れられない出会いもありました。もうめっちゃはっきり覚えてますよ。僕は昨日余命宣告を受けましたと。で白血病ですと。で僕は今月で20歳になります。でも来年の成人式には出れないかもしれません。最後に晴れ着姿を残したいのでっていうメールだったんですよ。めっちゃ派手にしてるんだったら乾野大地さん、去年西尾さんが企画した撮影会に参加しました。大地さんは18歳の時に急性骨髄性白血病と診断され、20歳を迎えることを目標に治療を続けてきました。大地さんの母親が撮影会のことをネットで知り、西尾さんにメールを送っていました。外出は可能か。西尾さんはすぐ主治医に連絡し、許可をもらって撮影に臨みました。ありがとうございました。いい記念になります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。よし、ちょっともうこの日は20歳の誕生日の5日前。病状から普通のスタジオだと撮影を受け入れるのは難しい状況でした。
すごいね、こうカメラ構えた時にはすごい笑顔でもやっぱりカメラ構えてなかったらはってこうしんどそうにしてて、だからすごい一生懸命やってくれてるなっていうのが伝わってきたんですよ。もう一瞬一瞬をもう振り絞ったこう笑顔でこうみんなに残したいっていう気持ちが伝わってきて、で最後「ありがとう来てくれて」って言ったら普通はありがとうございましたってみんな書いちゃうけど、でも彼は私に僕また来るから絶対来るから遊びに来るからって僕負けへんからって言ってくれたんですよ。でそれがやっぱりもう絶対に死にたくない生きたい絶対負けへんっていう気持ち伝わってきて、でもすごい本当になんかこの1時間ぐらいかなを本当にすごい思いで来てくれたっていうのが最後にすごい伝わって、まあ彼はその後病院にまた入院戻ったんですけどね。もうあの経験はやっぱりみんなスタッフは忘れられないって言って、大きいですね。彼の存在はもうめっちゃ大きいです。私がスタジオやろうって決めたっていうのはやっぱりそういう人がいるんだなっていうのがあったんで。すごいスパイクとかもいっぱい。そうですね。全部弟さん使ってはったやつ。そうですね、全部高校で使っとったやつじゃないですかね。これ僕が買ったやつですよ。どれですかね。これです。これ僕買って僕が誕生日にあげたんですよ。何歳の乾野海斗さん、大地さんのお兄さんです。めっちゃ喜んでました大地さんは撮影の3週間後亡くなりました。20歳になって18日後でした。家の写真は、はい、どなたが選ばれたんですか。これは自分で選んでました。もういろんな写真ある中でもこれがリアルな自分やからという形でこの写真を家にしたいという形で家に選びました。弟が着付けしてるところを、家族は外で待ってたんですけれども、カーテン越しに、それを着付けが終わった後のなんか感動というか、大人になったなとか立派になったなっていう気持ちは今でも覚えてます。穏やかな笑顔してるじゃないですか。そんな笑顔を見れたのは久々だったので、それはこの撮影会があったからなのかなというふうには思ってますね。大地さんは写真を撮った後、西尾さんにメールを送っていました。治療で戦い抜いた坊主頭と晴れ着姿を気に入っていますと。病院の広報の仕事をしていた頃、患者と直接話す時間はあまりありませんでした。一つだけ深く関わる機会となったのが院内にできた患者とスタッフで作るマラソンチームです。今も定期的に参加しています。何撮ってるスタートからそれはきついって。練習に合わせて治療を頑張るメンバーもいて、目標や仲間を持つことの大切さを知りました。実際に私が患者さんと接してたのはあんだけ元気な人たちばかりやから、いろんな立場のいろんな人たちのその状況っていうのが分かるようになったから、余計に私自身の勉強にもなるし、感覚が幅が広がったかなって思います。森さんきついわ、喋りながら。頑張れ持って森さん、あの人月150キロ走ってる。森さん先月何キロ？今月 200？ 肺がんよ。
今月200走ってんのね、あんな人もおるしね。同じがんという病気でも体調も抱える不安も人それぞれ。カメラマンになって撮影に臨む患者さんに丁寧に寄り添いたいと思うようになりました。今は体調どうですか？今は全然元気です。今月からホルモン療法が始まりました。本当。でも普段写真を撮りたいという東北在住の女性です。27歳だった去年、乳がんが分かりました。西尾さんはスタジオをオープンする前から2回目の振袖撮影会を企画していました。料金は無料。対象は綾世代と呼ばれる若いがん患者です。補助金が、助成金が出るから、なんか買いましたけど、全然、言うほど痛みを感じないように、金額的に。でもそれありがたいね。ちゃんと補助金が出るってね。隣の市町村はなかったりするから。そう。大阪でも出るところ地域と出ない地域とか、そういうウィッグのね補助金が出るところと出ないところとかあったりとかして。相談というより雑談を交えながら話を聞き、不安を少しでもなくしてもらいます。病気のこともお話ししてもらえるし、で例えばそのウィッグの方であったとしても、やっぱり人前でそのウィッグとか外すのって嫌じゃないですか。でもそれはやっぱり全然私たちはもう受け入れるっていう体制をとっているので、なのでヘアのことももう安心して任せてくださいっていうスタンスをとっていきたいんですよね。多分他のスタジオにはやっぱりそういうことも話はしづらいことやと思うんですよね。でもここはもうちゃんと逆に話してくださいっていうスタンスなんで、なるべくその何度もコンタクトを取らせてもらう感じですね。撮影の前には本番できる振袖を選びます。西尾さんが去年までカメラマンとして働いていた呉服店が協力してくれました。これちゃんと取り置きしといてくれてるよ。抗がん剤の治療中でウィッグをつけていても髪の色に合わせて自由に着物を選べます。こっちかな。病気で諦めることは一つでも少なく。それもそれで今時やね。この色は色で可愛いけどな。それでさ、なんかこの辺にな、大きなちょっと髪飾り、ちょっとつけても可愛いと思う。これはこれで合うと思う。思春期から若い成人までの世代を綾世代と呼びます。厳密な定義は国などによって様々ですが、日本では15歳から39歳までを指します。小児がんには医療費の控除があり、40歳以上だと介護保険の対象となりますが、綾世代の多くはこうした公的な支援が受けられません。さらに進学、就職、結婚、出産など人生の大きな節目が訪れることも多く、社会とのつながりを保つためのサポートが欠かせず、国も少しずつ支援に乗り出しています。治療によって起きる外見、アピアランスの変化をサポートする動きも医療機関で始まっています。東京の国立がん研究センター中央病院に8年前オープンしたアピアランス支援センター。利用するのは綾世代はもちろんあらゆる世代の患者です。
がんの患者さんが外見が変わることで困ることって何なのかって考えると、皆さん髪抜けたとか要望が変わったっていうことで止まってしまうんですけど、私たちそれの研究をしまして、そこから先何が本当にお困りなんですかっていうのを聞いた時に、一つはまず自己イメージが変わってしまう、それはありました。自分らしさが失われる、自己イメージが変わってしまう戸惑いっていうのはあるんですけれども、それともう一つですね、他人との関係が変わってしまうのが困るっていうお話があるんです。私たち医療者が行っている患者さんの外見のケアっていうのはきれいになることではないんです。きれいになることではなくて、患者さんががんを治療しながらでも今までの自分らしく働いたり、周りの人と付き合いながら自分の人生を歩んでもらうためのお手伝いをしているわけなんですよ。外見のケアといっても失ったものを補うという単純なものではないといいます。その人らしく生きていくための支援は病院だけでは賄いきれないのかもしれません。なんぼほどの遊びするの？全部やって全部するの。休みしといたら全部タッパーに入れといたらいけるか。大阪市城東区に住む中村真央さん30歳です。去年夏、ステージ4の膵臓がんが分かりました。今も抗がん剤治療を続けていて、奈良の実家から母親の則代さんが時々家事を手伝いに来てくれます。ドラマで見るようながんです、はぁみたいな、ああいう感じで言われるのかなと思ったけども、本当に救急の部屋の点滴打ちながらちょっと膵臓のところにぷくっと影があって、多分膵臓がんですって言われて、さらっと言われたのではっってなったけど、自分がどうやって死ぬとかそんなんよりも親になんて言おうしか隠されへんし、やっぱりなんかそこしか思わなかったですね。親にも申し訳ない気持ちとどうしよう。真央さんには当時付き合って9年になる交際相手がいました。同い年の慎吾さんです。がんと言われた翌日、慎吾さんは指輪を買いに行こうと誘いプロポーズしました。身近で、こういう大きい病気とかっていうのを、してる人がいなかったので、正直すごい動揺したっていうのもあるんですけど、何かできることが、あればやってあげたいなっていう部分で、そういう行動に移ってました。いや、買いに行こうやって言われた時はどうでした？8割ぐらいあかんって思いながら2割は体が動いてたみたいな。なんか本当は病気分かるまでは結婚したくて早く子供が欲しかったりとか、やっぱそういう思いは強かったんですけど、30歳29歳だったので。だけど病気分かってから結婚ってなったら、死んでしまうかもしれない、言葉重いけど死んでしまうかもしれないのに、この人を一緒にそういうことを背負わしてはいけないっていう思考に一瞬にして変わってしまって、もうダメって言って、いや買いに行くって言って、買った指輪を手に治療が始まります。膵臓がんのステージ4は最新の治療でも5年生存率は 30% と言われました。コロナの影響で面会は1日1人15分だけ。抗がん剤の影響で髪は抜け、副作用にも苦しみました。13時間かかった手術の後は頑張った証と明るく話します。退院して真央さんが驚いたことは、
こんな本が山盛り出てきて、知らんうちに勉強してくれてて、なんかいきなりがんについて詳しくなったなと思ったら全部丸暗記してて、お医者さんかもうお医者さんかなと思うぐらい本当にね、本当に何の知識もなかったんですけど、なんか病院の先生からこう言われたよ、ああ言われたよって言って、うん、次はじゃあそれやから、うん、そうなっていくからこうやねんとかで、なんで知ってんのみたいな。ジャンプしか読めなかった人がこんなん読むのいただきます。ほんまに食べられない。ほんまに手もないです。真央さんは今飲み薬の抗がん剤治療中です。薬を1週間飲み続けた後1週間休みます。手術の影響で食が細くなっていて、薬を飲んでいる期間は吐き気にも悩まされます。1回に飲む薬の量は10錠。指先に力が入らず、慎吾さんに薬を出すのを手伝ってもらいます。うん、成功した1回で。体調が優れない日も多いですが、この夏真央さんはある計画を立てました。魚焼き器洗ってもらいました。うわーうわおわお。西尾さんの企画する振袖撮影会に参加するのです。結婚してからも着飾って写真を撮る気持ちにはなかなかなれませんでした。結婚決められてからきちっと写真を撮るっていう機会は、ないですないです。それこそ髪の毛がなかったので写真をやっぱり撮りたくなかった。抗がん剤で顔もパンパンになったりとか、もう本当に顔色が悪い、顔をむくんでる、髪の毛はない。だからまあなるだけウィッグかぶってる時もわからないように帽子かぶったりとかはしたけど、あんまりやっぱり積極的に写真撮ろうとはやっぱならないと思うんですよね。なんか残したくないっていうのももちろんあるやろうし、そういう機会があんねやったらこう大きな手術を乗り越えて、あんだけしんどい抗がん剤も乗り越えた自分も撮ってほしいなと思って。たくさん試着しましたが、結婚直後だからと白の振袖を選びました。西尾さんは今年の撮影会もクラウドファンディングで開催しようと計画しましたが、目標金額の4分の1しか集まりませんでした。スタジオの経営はまだ軌道には乗っていません。金融機関の担当者からも厳しい言葉をかけられます。人のためにという熱い思いだけでは解決できないことも分かっていますが、利益取れるのかって言われたら、取れないわけではないんですけど、確かに薄利ではあるかなっていうふうには思うんですけどね。あくまでも事前事業とかそのレベルだったら全然これでいいと思うけれども、大きく伸ばしていくためにはどういうコースを描いてるんですかと。でそのためには当然収益を安定的に上げて伸ばしていく仕組み作りが必要だと思うんですけど、そこをどう考えてるんですかっていうところがこの辺の話だと思うんで、撮影会を楽しみにしている人たちの顔を思い浮かべると、中止は絶対に避けたい。一方で経営という現実的な問題に直面していました。おはようございます。おはようございます。
今日初日でちょっと緊張してますけれども、皆さんねもうプロフェッショナルな方々なんで、私も安心してさせていただけると思います。楽しみでいきましょう。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。撮影会は企業からの寄付を集めてなんとか中止は免れました。今年は21歳から37歳まで7人のがん経験者が参加します。かわいい。真央さんもこの日を楽しみにやってきました。ロン毛になってる。ロン毛になってる。まずそこのソファーにちょっとおかけ待ってください。西尾さんとは振袖選びの時から何度も話し合ってきました。脱毛した髪の毛が伸びてきたことや体調の変化もすぐに分かってもらいます。母の典代さんと祖母の芳恵さんもスタジオに。ここでは当たり前にがんの私でいられます。前よりもっときつい抗がん剤してる時に薬が抜けた瞬間が分かるんですよ。目覚めた瞬間からもう気持ち悪くない今日はみたいな日からなんか味がもう味覚がバグってるから味の濃いもので一回整いましたみたいな整えときたいみたいな。ほんで確認してマクドで味してちゃんとマクドの味がしたらあやばいもう元気週間入ったわっていうのでボーナスタイムに入る。まだかな？ OK。よっしゃ。見てください。はい、オープン。いや、毛すごいな。2万5千つけてよかった。毛つけてよかったな。やっぱり白いよかったね。言ってくれよかった。しんちゃん。頭もあるやん。かわいい。かわいい。撮りますよ。笑顔でね。本番行きますよ。本番行きますよ。本番行きますよ。そうそうそう。あ、いい感じですよ。キリッと締まってますね。今ね。締まった感じでいいですよ。ちゃちゃんもうちょっとお顔こっち。はい、そうですね。顎引きます。はい、行きます。あ、いいですよ。あ、綺麗。あ、いいね。綺麗綺麗。もうちょっと上見ましょうか。お顔ごと。はい、そう綺麗。で、今度左肩見れますか。私の方見ましょうか。そう。しんちゃん綺麗で。そうですね。ちょっと。そうっすね。そうっすね。そうっすねって。はい、じゃあ勝利いきます。あ、可愛い。しんちゃん。可愛い可愛い。あ、可愛い。お母さんにもいつもありがとうって言ってあげて。いつもありがとうって。言ってあげて。はい、スイッチ。ございます。はい、お気をつけて。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。1ヶ月後。届きました。イエーイ。どうぞ。誰ですか。あなたです。あ、すごい。綺麗。綺麗やっぱり。笑ってはるわ。手術して3ヶ月の笑顔ってすごない、うん、自信に満ち溢れてると思うわ。ちょうど
去年の今ぐらいにがんが分かったので、ね、笑って写真撮れるって当時は思ってなかったから、そのなんか家みたいな、やめてくれなんか、笑ってれてよかったなって思う。泣いてないし、どうなるか分からん不安な1年やったけど、やっぱり手術も終えてこうやって笑えた撮影会やったから、綺麗に西尾さん撮ってくれはったからよかったな。アルバムにもこんなんしてもらってな。西尾さんにも喜びの思いを伝えます。めっちゃいい感じに。マジで。はい。嬉しい。いや、よかったです。ありがとうございます。私は傷が体のお腹にあるから見えないものやけど、やっぱ表情とかにももちろん出てくると思うんですよ。その傷ついた心やったりとか、その苦労した面とか、やっぱうまく笑えなかったりする時期もあるから、もちろん誰でも。から本当に自然すぎるぐらいの、いつもの私プラス綺麗にしてもらった姿のやから。まあ写真がどこまでねその支えになるかっていうのは私もこれからどんどんやっていかなあかんなと思ってるんですけど、やっぱりそういうふうにこう参加してくれて、撮ってくれた、中村さんとか皆さんがそうやって言ってくれる声がやっぱ一番力になるかなって思います。すごい。ビジネスプランコンテストドリームダッシュ開幕。撮影会から9日後、大阪府内の起業家を対象にしたビジネスコンテストが開催されました。2013年に始まった若手起業家を支援するコンテストで、16回目の今回は9人のファイナリストが優勝を目指します。賞金は100万円。多彩なメンバーが集まった中に西尾さんの姿がありました。フォトスタジオ N プラス西尾奈美さんです。どうぞ。西尾さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。フォトスタジオ N プラスキャンサーフォトセラピストの西尾奈美です。よろしくお願いします。私のスタジオの特徴なんですけれども、事前カウンセリングを非常に大切にしています。でここで情報を共有することによって当日の撮影をリラックスした状態で臨んでいただくっていうふうにしています。でそれにはやはり医療現場の知識経験っていうのが非常に大切になってきまして、で医療従事者の派遣っていうのも必要になってくるので、医療のネットワークも必要になってきます。かわいそうだけじゃなくって正しい知識を持って前向きに生きてほしいっていうことがあるので、ぜひ皆様のサポーターになってください。お願いします。ありがとうございました。西尾さんでした。ありがとうございました。がん患者や家族に笑顔を届けるフォトスタジオ N プラスさん。フォトスタジオ N プラス西尾さん、どうぞご登壇ください。おめでとうございます。パネルの授与です。優勝は逃しましたが、協賛企業からの特別賞に選ばれました。こういうがん患者の写真撮るというところに着目点を置くっていうのはすごいな、面白い。ありがとうございます。やっぱそういうのをやっぱり。ありがとうございます。西尾と言います。ありがとうございます。授賞式の後、西尾さんのもとには多くの賛同の声が寄せられました。一人で始めた写真スタジオに支援と理解が広がっていく手応えを感じました。こんだけたくさんの人に話を聞いてもらえたっていうことがめちゃくちゃ本当に嬉しいです。で真剣にこう聞いてくれたのが本当に嬉しくて、まだ言いたいこといっぱいあるんだけど、でも基本的なことはお話しさせてもらえたのがもうすごい嬉しいですね。でこれだけ
なかなかつながりが持てない方と一緒につながれたのですごいありがたいです。今後に生かしていきたいなっていうふうに思っています。はい。スタジオをオープンして3ヶ月、直接報告しておきたい人がいました。お久しぶりです。こんにちは。こんにちは。お世話になります。すいません。会わさせていただいていいですか。ありがとうございます。キャー。好きなものいっぱい。はい、そうです。失礼します。写真飾ってくれてる。嬉しい。すいません。ちょっとじゃあ。最初の撮影会に参加した乾野大地さんです。彼のおかげで私も新しい道が、いやー、そんなこと言ってもらえたら、本当に、なんか何かしたいなと思ってて、本当にでもそれが本当にこれは見えたと思って、彼のおかげです。本当にありがたいと思ってます。ありがとうございます。本当にだからこれからね、いろんな人の笑顔を撮っていくのに、常にやっぱり私は大地君がいてるんです。本当にね、感謝してるんですよ。いや、そんなこと言ってもらえるようなね、私たちの方がもう思い出たくさん作ってもらって、いつも目にする大地があの姿なので、感謝しかないです。本当に。ありがとうございます。もうあかんねん、こんなんなると思ったから。すいません。いや、もう本当に、ずっといてるので。嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。最後に晴れ着姿を残したいと言って旅立った大地さん。家族にとっても西尾さんにとっても全てがかけがえのない時間でした。やっぱりその写真の力っていうものを医療と掛け合わせたいというか、治療にね、これから治療に向かう患者さんのやっぱりこうポジティブアイテムじゃないですけど、自分の支えになるもので、もし患者さんがその亡くなる前にこう最後にって家族で撮られた写真であったとしても、残された家族がいい思い出の記念としてその家族の心の支えになるっていうことが本当にだんだんこう接すれば接するほどそれがやっぱり本当に大事やねんなっていうふうに感じてきてるので、絶対にやっていかないといけないなっていうふうに強く思うようになりましたね。メイクが終わった瞬間の患者さんの笑顔も、着飾った姿を見て喜ぶ家族の姿を見るのも西尾さんは好きです。がんになった私を撮ってと願う人たち。自然な笑顔を撮るために西尾さんはフォトセラピストとしてこれからも歩み続けます。